コミカライズ版汎用の夜叉姫第3話も面白いっていうね、話していきます。軽く前回のあらすじから言っていくんだけど、トワが現代からね、戦国時代の方にやってきまして、そこで楓ばあさんから色々とね、生まれの話を聞かされていったんですけど、その話を聞かされている時に、妖怪の殺気を感じた刹那モロハが、バッと、その妖怪を倒しに飛び出していくんですが、その残されたトワと楓の元にもですね、妖怪の影があり、襲ってくるっていうところが2話の終わりでございました。で、その襲ってきた妖怪っていうのが、イニアシャの方にも登場したシブガラスっていうね、妖怪なんですけど、こいつが死んだ人間に入り込むことで死体をね、操る妖怪なんだよね。で、トワさんっていうのはまだ戦国時代にね、来たばかり。時間的にはね、まだ数十分もね、経ってないのかなっていうところかなと思います。だから能力的にはシブガラスなんてほんと敵ではないんですけども、死体といえどもですね、やっぱ人間の体と本気でね、命をやり取りする戦いに、攻めあぐねてしまいます。しかしトワがこの戦いの中で、そのシブガラスがどうやら自分だけを狙っているっていうことに気づき、その楓ばあちゃんだけでもね、危険にさせないように逃げて、場所を変えます。ここね、ほんと、まず、優しいねっていうところがあるよね。こんないきなりね、巻き込まれた戦いにもかかわらず、この優しさを見せれるところね。はい。けど、この逃げたのも、すべて、シブガラスを裏で操っていた、その四つ目のね、手のひらの上でございました。というのもですね、シブガラスが逃げていたんですけど、そこに現実による炎に巻かれてしまい、どんどんね、その四つ目のところに誘導されていたんですよね。けど、この炎に包まれたことで、アニメ版でもあったように、トワが、幼い頃に、刹那たちと離れ離れになった時のことを思い出していきます。だからここからちょっと過去の話なんだけど、そのアニメでは森がね、その火に焼かれてバラバラになったって話だったんですが、コミカライズ版の方では、でかい屋敷にね、刹那、モロハとはの3人が大量のリンと一緒に隠れて暮らしておりました。で、もちろんね、そのリンさんっていうのは1人しかいないので、この大量のリンっていうのは本物ではなく、無女という、イニアシャの方にも登場した母の無念の魂が集まった妖怪っていうのがいるんですけど、その無女が、リンに化けて3人の娘のね、お世話係として暮らしていたっていうことですね。でもそこにですね、大量の妖怪を引き連れた混沌とホムラが、襲いかかってきて、屋敷にね、火を放ってきます。そしてその燃え盛る屋敷の中を無女が、とは刹那モロハを連れて逃げ出そうとするんだけど、混沌とホムラに見つかってしまい、無女たちもこうガンガンね、殺していきます。ここなかなかね、ちょっとショッキングな、シーンなんですけど、でもそこにですね、お目付け役としていたジャケン様が、バッとね、助けに入ってくれて、生き残ったその無女、夜叉姫たちをね、こう逃がしてくれます。だからここのジャケン様もね、めちゃくちゃかっこいいです。はい。こんなジャケンさんは見たことないぐらいのね、イケメン度合い出しております。で、これにより、混沌とホムラに関しては、ジャケンさんが足止めをしてくれていたんですけど、他のね、連れてきた妖怪たちに追われながらも、刹那モロハはなんとか、逃げ切ることができるんですが、トワだけね、妖怪に囲まれてしまいます。で、それを無女がね、心配しなくていいよって言いながら、かばってくれるんだけども、無女もね、ほんと力を持った妖怪ではございません。なので、非常にね、こうピンチな状態に陥っていくんですが、その囲まれた二人の前に、時代樹の精霊が現れ、こちらにね、トワを逃がすんだという風にね、言ってくるんです。けど、こんな急に現れてね、大事なトワを渡せ、なんて言われても怪しいなっていう話なんだけども、現状手段がないと、悟った無女はです、時代樹に、トワを渡し、後で迎えに行くからなって言って、託していきます。だから結果、トワさんっていうのは、その命の危機から逃れるために、時代を超え、現代にね、飛ばされたっていうことですね。で、話戻りまして、シブガラスからね、逃げていたトワさんなんですけど、その前についに、四つ目が現れ、襲ってきます。で、こいつがまたね、アニメと違って強いんだよね、ほんと。もうボッコボコにね、トワさんされていきます。でもそこにですね、またこれなんか助けに来てばっかりな感じするんだけど、無女がね、来てくれるんだよね。というのもこの無女っていう妖怪がただ、他人のね、母親に化ける妖怪ではなく、本当にその子供のことを愛するようになるんだよね。だからこのトワさんのね、命の危機にも、助けに来てくれたわけなんですけど、四つ目にね、殺されてしまいます。で、それを目にしたトワさんっていうのは、やはり自分以外のためにどこまでも強くなっていく主人公のね、タイプをしていますし、ある意味ですね、その無女っていうのは、もう一人の母親とも呼べる存在ですので、それをね、目の前で殺されてしまい、ほんとこう、一の章最終話並みのね、妖怪の血を覚醒させ、シブガラスと四つ目をね、撃退していきましたよと。で、そこにですね、刹那モロハも、合流していくんですが、その3人の前にですね、また時代樹の精霊が現れまして、西に行けと。で、どうやらその西の方に、時の歪みの源がありますよと。で、この歪みというものがですね、世界を滅ぼしかねないものみたいなんですけど、アニメ的に考えるとどうですかね。滅ぼしかねないものっていうのがやっぱり末法末世の話だとしますと、この時の歪みって言ったらやっぱ時の風車とか、それを使おうとしているキリン丸だったり、その計画の何かがあったりするのかなっていうとこですよね。で、さらにその歪みをどうにか、すればですね、夜叉姫もその親たちもあるべき形に戻るよと。だから世界を救ってくれって言って、精霊は去っていきました。
で、これもですね、そのアニメの方だったら、ちょっとね、状況は違ったりするんだけど、時代樹のね、願いを断っていたんですが、コミカライズ版の方では、まず、せつなさんは世界が滅ぶっていうのは、まず、良しとしないっていうのと、楓ばあさんと、トバの思い出した話からですね、両親と時代樹によって、自分の命は、ある意味救われているっていうのがあるので、とりあえずは時代樹のね、言う通りにしようと。で、モロハさんは、これ前回の2話の話なんですけど、10年間、楓ばあちゃんのね、世話になっているっていう、恩がありますので、両親であるイリナシャ、カゴメ、あとリンさんもですね、帰ってくれば、楓ばあちゃんが喜ぶのならば、セツナにね、ついていきますよと。で、トマさんの方はですね、本当の両親に会うためっていうのもあるんですが、そのまず、カゴメさんのことですね。育ての親であるソータパパの家族にね、なりますので、カゴメさんっていうのは、その世話になった日暮家の一員として、カゴメを助けるためにセツナ、モロハと共に、時代樹の言った通り、とりあえず西にね、次回から向かっていくのかなっていうところが、とりあえずの3話の話でございました。いや、本当にね、序盤からその過去の話をある程度明らかにね、していくことで、主人公であるヤシャ姫たちの目的っていうのをね、もうはっきりさせてくれておりましたので、よりもこの状態からキャラクターたちの気持ちにね、寄り添って共感できていくのかなっていうのがありますので、いや、本当にね、コミカライズ版、最高でございます。はい。で、これね、もう毎回ね、ちょっと言わせてもらいたい話なんですけども、こんなね、もう常に70ページぐらいあるんですけど、今回の話も。70ページすべてがね、ワクワクする展開だったわけなんですが、また今回の話で3話の面白さの 1% もね、伝えられていないのかなと思いますので、いないと思うんですけど、コミカライズ版見てない人は、ぜひぜひ見てみてください。はい。それでは、ありがとうございました。